姿勢を正しましょう。はい。今から4限目の書写のお勉強を始めます。お願いします。皆さんこちらこそよろしくお願いします。お願いします。聞くところによると皆さん書き初めが初めての方が多くて、筆も今カチコチの状態ですよね。まずは筆を柔らかくほぐすところから始めたいと思います。みんな手元に水はありますか？よし、じゃあその水に筆をまずつけます。で、水をつけるとちょっとぬるっとすると思うんですよ。ノリでね。それ親指の腹でこうぬるっとしてるの触っていいからほぐせますか？うまくいった人、うまくいかなかった人。まだカチコチの人いますか？ちょっとなんか水につけただけだとまだ全然カチカチですよね。これ親指の腹を使ってこうやって押してほしいの。ギュッて。ほぐれたでしょ？穂先バラバラになってきたよね。で、この調子でどんどん深く深くほぐしていきます。あ、そうそうそう、結構強めだよ。強めに押していってください。じゃあ次はほぐれたら墨つけてもらいますね。皆さんすずりに墨入れて、はい、墨を含ませていきます。なんかね、お片付けが大変になっちゃうからちょっとずつ加減して、そのいっぱい入れすぎると最後吸い取らなきゃいけなくて大変でしょ。だから本当はいっぱい入れた方がいいんだけど、お片付けのことも考えないといけないから、まずはちょっとだけそこが見えなくなるぐらいで十分で、そこ見えなくなったらストップ。そう、なんかすずりってさ、こうなっててこういう風になってるじゃん。ここに墨入れるでしょ。この底が見えなくなるぐらいまで入ったらもうストップしていいよ。はい、はい、OK ですね。はい、完璧、完璧。よし、じゃあ早速スタートできそうなんで、皆さん紙はもう敷いてありますか？はい、さすがです。じゃあ、みんな書き初め初めてだと思うので、まずはじめに私が皆さんにどうやって書くのかお手本をお見せしたいと思います。はい、場所を貸してくれる人いますか？はい。じゃあちょっとなるべく真ん中の方がいいので、ここをお借りしていいですか？はい、じゃあちょっと今そこでお手本書くんで、皆さん周りに集まってください。見えるところに。じゃあね、まず友達の友から書いていくので、皆さんには注目して見ててほしい場所があるんだよね。筆の先っぽです。筆の先っぽがこの線のどこら辺を通るのかっていうのを見ててください。いいですね。はい。よっしゃ、じゃあ書きます。見えない？なんとなく筆先の場所ね。線の今上通ったね。見えた？一番上通ってる。見え？いい完成だな。気持ちよくなっちゃうわ。あのね、結構うまい。ありがとう。最初ね、漢字の友っていう字なんだけど、これねポイントがあるんですよ。大きさのポイントがあるんです。右端と左端結構ギリギリじゃない？これどのくらい開けるのが理想なんだろう。同じぐらいの線。同じくらい、そう、右と左同じくらい開けるんだけど、大体この紙と紙の端っこくらいまで。じゃあさ、指何本分で教えて。ここ端っこからどのくらい内側入ってればいい？1本分。そう、端っこからみんなの指1本分とか爪1個分ぐらい隙間開けといてください。はい、OK ですか？はい。じゃあ次、友達のだです。あれ、今度ひらがななんです。ひらがなってどうやって書くんだろう。漢字の大きさと比べてひらがなの大きさって多分ちっちゃい。多分ちっちゃい。基本的には漢字よりも小さく書くのが普通なの。なのに友達っていう字は友っていう字がここ白いでしょ、ちっちゃく見える漢字なの、もともと。だからほとんど同じ大きさぐらいで書くのがいいんですよ。気持ち幅は狭くね。でも
幅は狭く。そうなの、漢字によるってこと。すごいね。だから画数少ない漢字の時はひらがなも大体同じ大きさになる。画数多い漢字あるじゃん。例えば小とか。うん、そうとか画数多い漢字に対してはひらがなは小さくなります。上から見とるから逆に見る。でしょ。で、友達のだ。ここでもまたポイントがあるんですよ。あ、本当にありがとう。友と他の間の隙間、これどのぐらい開けるのが理想だと思う10センチぐらい。 10センチ。いい線いくね。みんなの手で言うと7点。はい、最高。グー1つ分、拳1個分開けます。拳1個分。ちっちゃいから入るかな。入るよ、多分。開けてみる。じゃあ次、地です。これちょっと反り気味にね。なんとなくわかる、この反ってる感じ。わかるよね。あれ、これもなんか膨らんでない？ここどういうつもりで書くといいの？ひらがなのなんかに似せない？正解、最高です、皆さん。つ一番無理？で、友達の地はつみたいに書くと結構かっこよくなります。で、ちょっと今、ごめん、私調子乗ったと思う。みんな褒めてくれたじゃん？気持ちよくなっちゃって、でかく書いちゃったんだよね。だから、もう少し本当は下余った方がよかったね。頭とこれ終わりどのぐらい開けるのが理想だと思う？同じくらいだし、指どのぐらい？これでよくね。2本3本、そう3本分がめっちゃ綺麗に見えます。なので3本分ぐらい目安で開けるようにしてみてください。はい。 OK ですね。はいじゃあ筆使い忘れないうちに席戻って書きましょう。はい。いやみんなちゃんと太さ出ててうまいです。すごいね。じゃあちょっと一回書いてみた感想を聞かせて。どうだった？思ったよりもなんか字が大きく。あ、そっか。でもそれっていいことだよね。字がさ、伸び伸びしてさ、もう紙いっぱいにかけてるって、書き初めではすごい大事なことだから、いっぱいに美しく書けてると思います。逆になんかさ、字のなんかバランスとかで難しかったとこあるかな？ある？地っていうひらがなが難しいっていう声が上がったので、地のバランスを解説しますね。みんなの下敷き真ん中の中心線入ってますよね。はい。じゃあ最初の横線どこら辺に書いた？みんな。真ん中ら辺の真ん中ら辺の上？上。ガーが真ん中に来てしまう。真ん中に対して1対1じゃなくて、ちょっと左側が長くなるように最初書きますよね。そして今度どこから出る？2画目は合ってるよ。みんな合ってる。斜めに。あ、斜めになるよね。真ん中から始まってちょっと斜めになる。真ん中から始まってるのに止める場所はここなんだよね。ちょっと左なんだよね。そしてここでしっかり止まって、次どこに向かった？みんな右下。右上みたいな。ちょっと右上。そうね。ちょっとだけ右上がりでいいかも。ここの部分ね、少しだけね、ほんのちょっと右上がりに運んで、それから左下に向かって払っていく。これね、真ん中よりはみ出ていいから、最後こういうバランスになるよね。ここの部分に膨らみをつけるっていうのもすごくバランス取るために大事だから、できてるけどね。あとどこが難しかったんだろう。これ短かったりとかしたのかな。ね、短かった。ここね、1対1だから同じ長さです。めっちゃ違うよ。めっちゃ違った。こう比べてみてさ、全然違う。全然違った。めっちゃ違う。実は「とも」っていう字はもうポイントがあるんですよ。これはい。あ、ジェットコースター。おジェットコースター。あんまりわからない。と滑りと。みんないい線いってる。すごいわ。とものこの左払いってジェットコースターみたいなつもりで書くとすごくうまくいくんですよ。ジェットコースターと滑り台の違いって何かな？速い。速い。ジェットコースターは。なんかジェットコースターだ。滑り台。短い。そういう感じでいくけど。たまに一回滑り台やったの。長さ。たまに一回ってその長さに関わる。よし、オッケー。みんな大正解。ジェットコースターって
さ、最初ここ落ちる前ね、くるくるくるってちょっとゆっくりなの分かる？くる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 って言って、ジェットコースターって最後さ、ゴーっていきなりスピードが上がるよね。一番最初は速さゆっくりめで、そうで、力を入れる。力を入れるんじゃなくて、力。まずね、ここ落ちる前ね、落ちる前、あーやばいやばい、落ちる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 、あー怖い怖い怖い、一気にキャーって感じで、ここでスピードが一気に上がっていく感じがジェットコースターにそっくりなのよ。ガッガッガッ。そうで、しかも滑り台に比べると結構直線的なの分かる？まっすぐっぽいよね。で次、ここ友の真ん中の払いは同じ左払いなんだけど、次どうなると思う？滑り台。滑り台後で出てくるのよ。これ滑り台って最後なの。そう、最後のあれ、カタカナの。あ、カタカナの「ふ」みたいだよね。マジでそうなの、正解です。こっちがジェットコースターぐらいの見えるかな。スピード感とまっすぐさに対して何に見える？カタカナの川に。確かに。ここは本当に「ふ」みたいな感じでこっちに持っていくし、しかもこう丸みが強くなるの分かる？これちょっとお手本見比べてみ。なぜ？まっすぐと丸いでちょっと違うでしょ。これがすごい大事なんですよ、この違い。これね、みんなの中で運転できる人いる？あ、できる。できる。運転めっちゃ上手い人いる？一番上手い人。ノー。多分絶対違う。猿みたいに絶対に違う。私全部できる。猿みたいにさ、こう石川動物園のさ、白手テナガザルわかる？あれやばいね、あれ楽しいよね。みんなさ、こうやって猿楽しんでない？やってるよ。やってるよね。あの感じで二つ猿の腕振り、この感じ思い浮かべて。あの人たちってさ、遠心力使って次捕まるじゃん。遠心力使って次捕まるじゃん。すごいリズムよくいくよね。あの感じでこの友の払い書くときも遠心力を使ってブーンって言ってほしいの。こっちはジェットコースター、キャー。こっちは白手テナガザルの運転、ブン。で次、右払い、これが何でしたっけ？そう、滑り台。滑り台って最初遅いよね。ここでちょっとシュー。速くなる。そう、シュンって速くなって、ここ少しだけジェットコースター。ここちょっと止まるよね。そうなんですよ。最最初ゆっくりスタートして、ここスピード上がって、ここで止まっちゃうんだよね、滑り台って。でゆっくりと歩いて滑り台止まったらみんな歩いてどくよね。そんな感じのスピード感なの。そのイメージでね、みんな書いてみて。ジェットコースター、白手テナガザルの運転で滑り台の感じでいくと、すごい伸び伸びとバランスをかけるのでやってみてください。やばっ、上手。ガチでガチ眉になる。ね、ちょっと習ってるでしょ。マジすごい綺麗にかけてます。なんかさ、でもダーチーはパーフェクト。ちょうど100点になってる。どうっていうさ、反省点あるでしょ。何？ここ欲しい。まずそも全部太いの。ああ、なるほどね。太いと思ってるのこれ。でもぶっとさちょうどいいんですけど、私ねこのぶっとさ書き初めで超大事だと思ってて、立派でしょ。美しいの。すごい墨もなってる。綺麗なみたいなんでね。だから基準はこれすごいいい太さだから、これ変えないでほしいな。で逆にこれ細くなっちゃったからね。ここはちゃんと力を保って同じ太さでいくとかね。そういう風にしていくから。大きさもめっちゃちょうどいいし。でトモっていうのは空き具合もちょうどよかったんだけど、実際ここがちっちゃすぎたじゃん。だから下空いたよね。だからさ、これトモっていうの最初持ってやっちゃっていいから。これジェットコースターの説明聞く前、説明聞いた後、これジェットコースターマジもっとさ、ジェットコースターさ遠くまで行きたいな。これさすぐ終わるやん。恐怖の部分が少なすぎる。これさ、くる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 の分長すぎて恐怖の部分少なすぎる。恐怖の部分超もっと長くしてほしいな。オッケー。じゃあ今日はここまで教えてくれてありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。みんながのびのび気持ちよく筆を走らせる様子を見て、私もとっても嬉しくなりました。
皆さん今日書き初めの練習してみてなんか感想言ってくれる方いませんか？あーすごい。じゃあお願いします。一番最初にやった時はなんていうかどこがコツかっていうのは分からなくて下手になってしまったけど先生のアドバイスとかを聞いて、3枚目になると、ちょっと上達したなとか思いました。本当に上達しましたよね。最初ね、もねちっちゃくなっちゃったもんね。それが今となってはちょっとみんなに見せるの恥ずかしいかな。見せれる？そうそれです。最初ね1枚目ねこんな感じでちっちゃくなっちゃったんだよね。だけど3枚目はいい大きさで描けましたよっていう。めっちゃ綺麗ですよね。相変わらず綺麗。本当お手本みたいに綺麗です。私の描いたのより全然美しく描けてて素晴らしいですよ。皆さん本当に今日一日で美しい線が描けるようになったし、しかも堂々と描けてたのが一番良かったなと思いました。来年の書き初めの本番でもこの練習したことをしっかり発揮して金賞を目指して頑張ってください。はい。今日は本当にありがとうございました。私の書道学校。書道で人生を豊かに。